トーラン先生、宮廷の方がいらっしゃいました。皇帝陛下が。動かないでください。危険ですので暴れないで。やだ、誰か助けてくれ。ルクレイン、手を貸せ。はい。抑えていろ。彼はトーラン・ティアーシャ、戦傷者施療院の医師であり、医学博士でもあり、宮廷医でもある。僕にとっては保護者。そんな温かみのあるものじゃないな。監察官、もしくは監視官かな。ひどいな。お願いです。薬さえもらえれば治ります。俺の腕を切らないでください。残念ですが、切断しないとあなたの命に関わります。片腕になっても命に関わる。剣どころかクワも持てないんだぞ。暴れないで、トーラン先生。だからどうした？あんたを助けるのが俺の仕事だ。その先のことは知ったことじゃない。言い方があるでしょう。悪魔、お前こそ悪魔だ。そうかもしれないな。家で待っている人は？母親と妹が。妹は待ってないかもしれないけど。待ってるさ。諦めるな。できる限りの最善を尽くす。明日も明後日も生き延びるんだ。足手まといになってまで生き延びる意味はありますか？世界は終わるのに。意味なんかなくていい。足手まといじゃない。あなたは帝国のために戦った英雄だ。ルクレイン、麻酔を。上腕をきつく縛ってくれ。はい。今朝からグトリー皇帝陛下のご気分が優れないそうです。先日処方した薬草油を召し上がられても効果が見られないと。何度も言っているだろう。俺が見たって陛下のご気分は治らない。ユマリットがいる限りはな。陛下はあいつに暗殺されるのが怖いのさ。言うなればユマリット病だ。宮廷内であの方を批判したら殺されますよ。好きにするがいいさ。世界がこんな状況になってさえ停戦することもしない。アーシェリア連邦の使者が停戦の話し合いをするために訪れたっていうのに。追い返したんですか？首だけな。ユマリット戦時執政官の好戦的な。あ、いや、戦好きにも困ったものですね。好戦的なんじゃない。臆病なんだ。臆病ですか？ユマリット様が。グトリー皇帝陛下が臆病、いや、気弱になられているというならわかりますけれど、ユマリット様は帝国の戦時執政官にふさわしい、厳しく容赦のない無慈悲で、ある側面で非常に冷酷なお方では。陛下は臆病じゃない。怖い時、怖いと言って俺を呼びつけることができるだろう。本当に臆病な奴は怖い時に怖いと言えない。真実を伝える言葉を持てないんだ。オルディオン帝国の総帥は形式上若き皇帝グトリー陛下だ。だが実際のところ、皇室よりも最小家の移民付けが帝国内の権力を掌握していた。前の宰相が急死し、長男のユマリットが後を継ぐと、なおさら発言力は強まった。彼は自らを戦時執政官と称し、内政、外交、軍務、帝国のすべてを手中に収めた。国の行く末を左右する決定の多くは皇帝の名のもとに下されながらも、
背後に必ずユマリットの影があった。人々が彼に逆らえないのは名家の出身者で有能な人物だということもあるが、一番の理由は彼が帝国最強のエコーマスターだからだろう。彼は自らを騎士長としたエコーナイトと呼ばれる帝国屈指の精鋭たちを率いていた。まだまだ。あれは中庭でエコーナイトたちが訓練をしているようだな。一人見慣れない顔がいるが。地方からやってきた新人がエコーナイトに配属されるらしいという話は聞いていました。その人物じゃないでしょうか。まだ若いのにお前と同じくらいじゃないか。若くして出世するのは栄誉なことでしょう。俺は医者だからな。若いやつには健康でいてほしい。終わりだ。剣を拾え。まだまだ。おいいい度胸してますね。三社副隊長に食らいついた。何がいい度胸だ。あんな無茶な体の使い方、すぐに怪我をする。終わりだ。下がれ。もう一度お願いします。命令に従えないのか。お願いします。三社副隊長が及び腰だ。彼は死んだ兄より気が優しい。まともに相手をしたら怪我をさせると分かってる。亡くなったお兄さん、徳島様のことですか。そうだ。もう見てられないな。ルクレイン、仲裁に入ってこい。は？俺が直接出て行って横から口を出したらサンシア副隊長殿のプライドを傷つける。ちょろちょろっと言って医療従事者として気になったとあの新人に忠告してこい。人をネズミみたいに。頼んだぞ。もうやめておけ。これ以上は処罰対象だぞ。お願いします。がむしゃらな顔つき、周りが全然見えていない。この宮殿に来たばかりの僕みたいだな。愚かな田舎者。サンシア様にかなうはずがない。ユマリット様に次ぐ副隊長を担うお方だ。いい加減にしろ。まだまだ。剣筋は荒いが立て直しが早いな。さすがエコーナイトの一員になれただけはある。育成前に大怪我させるのは確かに惜しいか。なんで僕がこんなことは。まったくトーラン先生は不愛想なくせにおせっかいだから。すみません。医療従事者として助言しますけど。あ、ほら言ったじゃないか。大丈夫か。大丈夫です。お前トーラン先生の助手の。ルクレインと申します。その方を手当ていたしましょうか。あ、タラム、連れて行ってくれ。大丈夫です。このくらい。もっと稽古を。これ以上は迷惑ですよ。周りの邪魔をしてるのがわからないんですか。ああ、この人昔の僕と全く同じだな。睨んだって仕方ないでしょ。ほら行きますよ患者さん。配慮
え？アイリオ、俺の名前。ああ、そう。はい。これで大丈夫です。ありがとう。どういたしまして。安静にしてくださいね。うん。どうしてあんな、ムキになって挑んだんですか？早く強くなりたい理由でもあったんですか？俺、双子の弟がいて。あ、俺、出身が国境のエコリナ村なんだけど。待って。何から話せばいいかな。フェイルはこういう時、あれでしょ？こう言いたいんでしょとか言ってくれるんだけど。フェイル？幼なじみ、闇と話せるの。闇と話せる？闇の記憶がわかるっていうか、頭にいっぱい流れ込んでくるんだって。嫌なこととか悲しいこと。ああ、緊張と不安の多い時期ですからね。そういうこともあるでしょう。あるんだ。話したかったのはフェイルのことですか？いや、違う。ゼクトのこと。今度はゼクト。ゼクトの話をしたかったの。ゼクトは俺の弟で、病気がちで体が弱いんだ。走れないの。大変ですね。そうなんだ。その上、エコリナ村は国境の村だから、連邦が攻めてきた時にゼクトは逃げ遅れるかもしれない。だから俺が強くならなきゃって。でも志願兵になってエコリナ村から出ていく時にゼクトと大喧嘩したんだ。ゼクトはね、俺がどこか名前も知らない場所で戦死しちゃうんじゃないかって心配して怒ったみたい。だから俺、急いで出世しなくちゃと思って。出世？エコーナイトになって有名になって出世したら地方領主になれるかもしれないって。だから早く強くなって出世して領主様になってエコリナ村に帰りたいんだ。そりゃものすごい手柄を立てれば可能性はなくないだろうけど、誰が言ったんです、そんなこと？ネルだよ。うちの村に住み着いた旅商人。ネルは物知りなんだ。ネルは言ってた。帝国では皇帝様よりも強いエコーナイトが偉いって。皇帝陛下より強いエコーナイトが偉い。ユマリットのことか。ネルとかいうやつ、田舎者にしては宮廷の政治に詳しいのか。もしくは聞きかじりで適当なことを言ったのか。何しろ懲罰者の発言だ。大丈夫かこの世間知らず。僕の両親が痛まないために念のために忠告しますが、それは間違った認識です。そうなの？でもこれ以上会話を続ける気はありません。生きて弟の元に帰りたかったら言動に注意してください。でもさ。いいですね。忠告はしました。手当てもした。僕の仕事はここで終わりです。はい。はあ、あれあれ。あのさ。何です？名前は？ルクレインです。友達になる？ありません。もうちょっと考えてほしい。出世して弟の元に帰りたいんだろ。僕の友人になったら出世も帰省も難しくなるぞ。どういう意味？大変だ！火事だ！火事？火事ですって？火事？火事だ火事だ！あっちで偉い人が呼んでる。みんな手伝ってくれ！わかった。
俺たちも行こう。向こうの方ですか？ああ、急いで。待ってください。あなたはどこへ？みんなに呼びかけしに偉い人に頼まれたから。確かサンシア様。あ、そうそう。じゃあ頼んだぞ。了解。行こうルクレイン。その板は？あなたが抱えている古びた石板は？親の形見だよ。これだけは守りたくて置いてかなきゃダメ？そんなことないですよ。ないよな。まあ行こう。みんな火事だって。ちょっと引っ張らないで。火事の火元はどこから出火したんだ？誰か聞いていないか？火事ですか？知りませんが。火事です。火事。あれ、どこも燃えてない。誰かの勘違いだったのかな。無事ならよかったね。ああ。会えるよ。ん？手柄を立てさせてやろうか。よっしゃ、ここまで来れば安心だろ。頼むぜ。帝国の宝物殿に眠ってた古代遺跡の石板ちゃん。ソングシーカー人生をかけて探し回った天上のアルカソングであってくれよ。おっと、同業者か。戦乱の宮殿っていうのは物騒なもんだな。さっさと退散しよう。思い研ぎ澄ませ。戦時執政官ユマリット・イミューズ殿、謁見に参上。こいつが実質上の支配者だ。ユマリットが現れた途端、この広間にいる連中の反応はどうだ？貴族どもは皇帝陛下よりもユマリットの顔色を気にして、陛下はユマリットに怯えきっている。我が主、帝国の栄光の象徴グトリー陛下、そのご意向を我が胸に深く刻み、戦地より帰還いたしました。いつもながら見事な功績だ。その労に感謝するとともに、そなたの無事な帰還に心より安堵する。感謝には及びません。帝国に仕える身として、ただしかるべきをしかるように行ったまで。陛下が安堵なさるのはもう少し先がよろしいでしょう。どういう意味だ？羽列第三の衛兵、前に進みだよ。見慣れぬ顔だな。帝国の英士たる者が我が目に留まらぬなどありえぬ。名を申してみよ。死ねえ皇帝！恐れながら陛下。なんだ？陛下の尊き御前を下船なる者の地で怪我してしまいましたこと、面目次第もございません。ご容赦を賜りたく存じます。わかった。許す。許そう。いや、そなたに感謝を。もったいないお言葉。血の匂いでめまいが。トーラン、薬草を。ユマリット様、陛下はご体調が優れぬご様子。
お部屋にお戻りいただいた方が。わかった。陛下には末永くご創建にてあらせられますよう心より願い奉ります。感謝する。ユマリット。一瞬の隙もない。あれがユマリット様。怖そうな人だけど、かっこいい。ありがとう、お前たち。サンシア副隊長。不審者を見たというお前たちの報告のおかげで、暗殺者を仕留めることができた。ユマリット様もよくやったと。本当ですか？不審者に気づいたのは彼です。僕はそばにいただけ。さっき見かけた不審者とは別の男だったけどな。そうか。アイリオ、お手柄だったな。はい。あ、いや、本当に気づいたのはルクレインの方で。いいえ、アイリオが。二人の名前を報告しておく。これからも任務に励むように。はい。かしこまりました。サンシア。ユマリット様。ユマリット。さっきの強い人だ。目を合わせたら何を言われるかわからない。お辞儀をして顔を伏せたまま。話がある。私について。このバカ、殺される。アイリオ、上官の言葉を遮るなど不敬だぞ。失礼いたしました、ユマリット様。この者は配属されたばかりで。お前の教育は行き届いていないようだな。厳しく教育し直します。何卒ご容赦を。いいよ。話してごらん。さっきの見ていました。暗殺者を一撃で仕留めたところ、すごくかっこよかったです。そう。ありがとう。眼帯をしているのに視野が広いんですね。本当は見えているんですか？見えていない。慣れた。あなたみたいな人に怪我をさせるなんて、相手も相当強かったんでしょう。どんな戦士だったんですか？死人だ。え？名前はノクシュマ。もう死んでる。正確には行方不明だが、生きている望みは薄い。そう思うとこの傷は、彼の形見のようなものになってしまったな。何の話だった？どうすればあなたみたいになれますか？サンシアの言うことをよく聞いて。行くぞ、サンシア。はっ。かっこいい。よかった。死ぬかと思った。怖がりすぎだよ。ユマリット様、いい人そうじゃないか。そんなことを言うのは、この宮廷であなただけですよ。かっこいいなあ。俺も頑張らなくっちゃ。ユマリット様、何か？まだ正式な発表ではないが、アーシェリア連邦の名手が決定した。争いもなく決まりましたか。所詮小国同士の連邦、名手争いによる仲間割れを期待しましたが。誰に決まったと思う？アミやライの可能性も捨てがたいですが、
エウロガリューでしょう。当たりだ。お前は有能だな。光栄です。エウロガリューは穏健派です。和平を結びたがるでしょう。帝国も疲弊している。和平交渉に飛びつく者どももいるだろうが、忘れてはいけないよ。お前の兄を誰が奪ったかを。はい。帝国の戦意が消える前に、連邦への憎しみを思い出させるべきだ。そのために、ルクレインを戦場に連れて行け。ルクレイン？さっき会ったトーラン先生の助手を？そうだ。ルクレインの素性を忘れたのか？お人よしのトーランが預かった亡きマーニ国の王子。あの子の父親の仇はエウロ・ガリューだ。焚きつけろ。人々の憎しみの炎を煽れ。サンシア、お前にはずるさが足りない。もっと狡猾にならねばならない。今は亡き兄のノクシュマのように。そうでなければ私の右腕にはなれない。副隊長など名ばかりのものだ。申し訳ありません。謝れないで。私の役に立ちたいか？もちろんです。必ずユマリット様のお役に立ちます。いい子だ。期待しているよ。ところでネルファの行方を知っているか？いえ、最近姿を見ません。上官である俺の兄の命を守れなかったことを悔やんで帝都を去ったとも聞いています。宮廷へ連れ戻せ。あの男は戦場で役に立つ。ノクシュマの死を悔やむなら死に損ねた命で役目を果たしてからだ。そう伝えろ。はい。このお方はどうなんだろう。兄とは一番親しかった。兄の死を嘆いているはずだが、冷徹な表情からは何も読み取れないな。ユマリットの剣が振り下ろされた時、私は声すら出なかった。当然のことです。お命を狙われたのですから。戦に慣れていらっしゃらない陛下があのような場面を初めて目にすれば全身がこわばるでしょう。俺も初めて戦場に出た時には。そうではない。私はこの目で見たのだ。何？ユマリットが賊を切りつけた時、彼は賊ではなく私を見ていた。まるで次はお前だとそう宣告するように。落ち着いてください、陛下。ユマリット様にその気があればあの場でとっくにそうなっております。トーラン？はい。それは慰めているようでいて全く慰めになっていないぞ。申し訳ない。それは本当に申し訳なかった。むしろもっと恐ろしくなった。もう1秒たりともここにいたくない。失言でした。忘れてください。怖い。ここにいたらいつか殺される。大丈夫です。ユマリット様は陛下を賊からお守りになりました。なのに陛下に犯意を疑われてはユマリット様も非常に複雑なお気持ちになるでしょう。どうすれば？薬草糖を飲んでゆっくりお休みになってください。眠るのが怖いんだ。眠っているうちに忍び込んだ賊に暗殺されそうで。陛下、私は何のために生きているのだろう。形だけ丁重にもてなされ皆に貸し付かれているが、誰も私の意見など求めていない。怯えながら
ただ生かされて顔も知らない誰かに憎まれ、滅びる世界に生まれたのは私のせいではないのに、私だけが責任を取らされる。皇帝などになりたくなかった。どうか何も考えずお休みください、陛下。陛下もおかわいそうに。先生、おお、待っていてくれたのか。施療院に戻っていてもよかったのに。帰りそびれたんですよ。あの後いろいろ大変だったんです。ね、アイリオ。うん。はじめまして、アイリオです。医師のトーランだ。よろしく。ルクレインと仲良くなったのか？はい。なってませんよ。相性が良さそうだな。トーラン先生、あなたは？腕に大怪我をした患者の妹です。兄を助けていただいてありがとうございました。ああ、彼の妹さんか。家で待っているどころか見舞いにまで来てくれる妹さんだったんですね。眠っている兄を見て知りました。兄の腕のこと。エコーフューズしてもらうことはできませんか？トーラン先生はエコーフューズの名医だって聞きました。エコーフューズ。あなたは知らないでしょうけど、エコーという闇から生まれた生命体を使った治療方法です。理由は分かっていませんが、エコーは大怪我をした人間や動物の体の一部になろうとするんです。知ってるよ。俺の父さんが昔エコーフューズしたんだ。え？帝国の人たちが来て、エコーフューズ手術の被験者とかいうのを募集しててさ。父さん、病気がちだったから、体がもっと丈夫になるって言われて、手術を受けたんだ。それでどうなった？最初は成功したみたいに見えた。前よりも元気になったし、いつか弟も手術を受けようねって話してた。でも急におかしくなったんだ。叫んで暴れ回って、父さんみたいじゃなくなって、動かなくなったと思ったら死んじゃった。そんな。彼の話した通りだ。エコーフューズの安全は保証されていない。普段からエコーを扱い慣れてるエコーマスターならうまくいくかもしれないが。わかりました。力になれなくてすまない。いえ、助けてもらえただけで十分です。贅沢を言ってすみません。ありがとうございました。エコーフューズの名医だって。父さんたちを実験体にしてたのはこの先生たちなのかな。いい人そうだけど、だったら好きじゃないな。アイリオの父上も亡くなっていたんですね。うん。もってことはルクレインも？ええ。どうして亡くなっちゃったの？嫌じゃなかったら聞いてもいい？アーシェリア連邦の奴らに殺されたんです。仇の名前はエウロ・ガリュー。エウロ・ガリュー。ええ。戦場であっても殺さないでください。僕がこの手で殺しますから。その頃、アーシェリア連邦。どうしても行くのか、ラオ。止めないでください、アニヤ様。俺はあなた以外にひざまずくつもりはありません。あなたがひざまずく姿も見たくはない。
仕方がないだろ。投票でエウロが名手に選ばれたんだ。俺も彼がいいと思っていたよ。俺はあなたが良かった。雷国の人間は皆そう思っています。ここは雷国じゃない。帝国に抵抗するために小国が集まったアーシェリア連邦府だ。名手は皆の意志で決めた。わがままは通らないよ。決定は覆せない。分かっています。だから俺が立ち去るんです。残念だ。ラオとは長い付き合いだったし、君のこと好きだったよ。なんかこう不器用で堅物っぽいところがさ、魚釣りがうまいところとかも。アミヤ様、一つだけお願いがあります。いいよ。ラオのお願いならいくつでも叶えよう。この後世界を旅してアミヤ様にふさわしい戦士たちを集めてくるつもりです。俺にふさわしい戦士たち？その人たちをどうするの？屈強な精鋭部隊を見ればエウロの方から頭を下げて名手の座をあなたに譲るはずです。そんなことするために旅なんか出ていかないでよ。そんなことって大事なことです。あなたは雷国の国王で。いいっていいって。名手っていうのは上下じゃないんだ。強い弱いでもない代表者だよ。つまりは信頼されてるかどうかだ。エウロは皆に信頼されてる。俺も信頼してる。俺はしてません。拗ねないでよ。彼が名手になって連邦はうまくいくよ。こなれていい感じになると思う。あなたこそ気を抜きすぎですよ。前はもっとシャンとしてご立派なお方でした。1番手になって引率するよりも2番手の立場であれこれ口出す方が向いてるんだよ。俺は今が楽だ。ラオがいてくれたらもっと楽だけど。俺の気持ちは変わりません。なあ、そうなら屈強な戦士たちのお土産楽しみに待ってるよ。強い戦士は多くいるに越したことはないからね。それでは寂しいよ。さらばです、アミヤ様。お達者で。言っちゃった。ラオは本当に頑固なんだから。俺のためを思うならそばにいてくれる方が嬉しいんだけど、これから大変になるし。アミヤ様！どうした？エウロ様のお姿がどこにも見当たらず。おやおや、我らが名手はまたふらりとどこかにお出かけになられたのかな。まったく。親父！天使の親父！この指輪を食い物と交換してくれ。ここだけの話だが、先月滅びた小国の儀礼用の指輪だ。とんでもない値打ち物だぞ。ダメだ、金か銀じゃないと。何の問題がある？この大きさが見えないのか？世界は闇に包まれて終わります。ですがこのキャンドルの明かりを浴びているもの。キャンドルをください。よかったわね、あなたたち。天国に行けるのよ。俺にもください。これで闇も怖くない。やっと安心できる。この世界を救う方法は本当に何もないものか。返せ！返してくれ！野党だ！野党が来た！たった今からこのバザールは俺様たちのものだ。てめえら荷を全部出しな。貨幣もだ、金も銀も食い物も。返してください！子供に食べさせるものはそれしかないんです！このバザールのすぐ近くに連邦府があるんだぞ。
連邦府が怖くないのか。怖いものか。どうせ世界は滅ぶんだ。皇帝だろうと名手だろうと。よく言った。ならば相手になろう。てめえ何者だ。アーシェリア連邦名手エウロ・ガリュウだ。エウロ・ガリュウ。逃げましょう。エウロはまずい。負けた姿を誰も見たことがないって。なら今日がその日だ。地面に這いつくばらせてやれ。威勢がいいな。来い。いやはっ。あんな体験を軽々と。怖いものがないと言ったな。怖いものなんかねえよ。殺すなら殺せ。なら俺と一緒に世界を滅ぼす闇と戦ってくれ。何？お前ほど立派な体格の男が子供の食料を奪うために戦うなんて虚しいだろう。貴様、怒るな。お前たちを野党にした。だが諦めるな。まだ世界は終わってない。戦うなら子供たちの未来のために戦え。エウロ様。アミヤ。彼らを捕らえて連邦府に乱暴な扱いはしないように。名手様のご友人になられるかもしれない。わかりました。お前たちこっちへ来るんだ。わかったよ。懐かしい光景ですね。以前ああして捕らえられたのは俺とラオの方だった。エウロ様は負かした相手をどんどん味方にしてしまう。帝国にとっては脅威でしょう。エウロ様なんてやめてくれ。以前のようにエウロと。そういうわけには。ひどいじゃないか。名手なんて形式だけだと言ったのに、俺はみんなに様付けされるのか。部下の前ではね。酒の席では呼び捨てにするよ。我が友エウロと。悪い遊びみたいだな。ローはとどまってくれた？旅立ってしまった。さすがに寂しいよ。彼は幼なじみのようなものだから。そうか。残念だがいつか帰還してもらえるように最善を尽くそう。これからどこかに行かれるんですか？エリューのもとへ挨拶に。明日出立して調査に行くと言っていたから。あなたは名手なんですから、彼の方から挨拶に来るように言ってくださいよ。俺が行った方が早いよ。それに彼が預かった少年に会ってみたかったんだ。ああ、アルタリア・ウェトス遺跡を荒らしていたという。ソングシーカーの方は捕らえて牢獄に入れていますが、少年も仲間でしたか？それがよくわからないらしい。下手したら人間じゃないかもって。人間じゃない？面白いだろ？面白いかな。君って危機感薄いよね。お、敬語が取れてる。しまった。申し訳ありません、エウロ・ガリュウ様。エウロ・ガリュウ様がエリュウに会いに行くのでしたら、俺は囚人の方に会ってきます。丁重に扱って。腕のいいソングシーカーなら仲間にしたい。遺跡荒らしや墓荒らしは罪だが、今はこんな状況だ。何か事情があったのかもしれない。お優しい方だ。帝国なら即処刑されていますよ。俺はしない。俺がされたくないからね。
そういうところがあなたが名手になった理由でしょう。ではエリュウによろしく。あやあエリュウ。やあ、一度止まってくれ。そのまままっすぐ7歩歩いて、4歩目あたりの液体には靴底を触れさせないように皮が溶けるから。忠告ありがとう。どうしたんだこの床、散らかって。散らかってはない。物の所在は把握している。ただ正確に言えば、テーブルの上にあった軽いものが風で一時的に床に移動しただけだ。ああ、なるほど。窓を開ければ強風が吹く可能性があるなんて当然分かってたんだけれどね。別のことに集中して一時的に完全に頭から抜けてたんだ。つまり予測はしてたけれど、実行時にその予測を活用できなかった。そういうことが起きたんだ。あるよね、そういうこと。その子がソングシーカーが連れていた子。ああ、すまない。言い忘れていた。彼を診察中で手が離せなくて。君を出迎えもせず、背中を向けたまま挨拶をした比例を詫びるよ。名手に選ばれたそうだね。9割方そうなると思っていたよ。おめでとう。ありがとう。アミヤがひどいんだよ。早速敬語で話し始めた。君の立場を自らの態度で守ろうとしているんだ。彼の進化は忠誠心が強いから。ラオが旅立っていったって。そういうこともあるだろうね。理想に裏切られた時に痛みの乗り越え方は人それぞれさ。バレーノだ。痛みの乗り越え方その解釈はいいね。気に入った。とてもうまい返しだ。バレーノ、痛みの乗り越え方。素晴らしい。とても美しい。気に入ってくれたなら嬉しいよ。本当は違うのか？俺がこの子につけた名前だよ。バレーノ。返事をしてくれ、バレーノ。はい。紹介するよ。アーシェリア連邦の名手、エウロ・ガリュウだ。やあバレーノ、エウロ・ガリュウだ。よろしく。よろしくお願いします。バレーノです。君はどこから来たんだ？あの遺跡で何をしていた？その質問には答えられません。そう。淡々とした簡潔な返答だろ。そうだな。エリュウ、向こうで話そう。向こう？東側の書棚の方？そう、あっちの方で。ごめんね、少しだけ席を立つね。どうしたんだ？名手になった途端密談かい？バレーノのことだ。表情もほとんど動かない。何か心の傷があるんじゃないか？俺は妖精か何かじゃないかと思ってるよ。妖精？ああ。妖精か。意外な意見だった。エリュウが妖精を信じてるなんて。冗談だよ。妖精は信じてない。あれは虫の原子だと思う。つまり視界の端に現れる微細な動きを脳が補完して、虫や光の反射を神秘的な。その冗談、もう少し後で笑わせてもらうよ。その冗談後で笑わせてもらうよか。君はいつも面白いな。いいよ。ありがとう。バレーの妖精だと思った理由は？
言われたことしかしないんだ。原始的な欲求に対してさえもね。原始的な欲求っていうのは？食欲、睡眠欲、性欲。俺が指示をしないと食べないし眠らないし。性欲は試したことがなかったな。試さなくていい。見た感じ年頃だ。傷つくよ。言われたことしかしないか。反対に言われたことは何でもするの？そうでもない。先ほどのように質問に答えない時や指示を断られることもある。だがひとたび動けばとても有能だよ。調査に連れて行こうと思っている。バレーの？そうだ。もう一度アルタリア・ウェトス遺跡に行けば何か変化が訪れるかもしれない。だといいけれど、もしかしたら恐怖で凍りついているのかもしれない。優しくしてあげてくれ。エリューは優しい人だから心配はしていないけれど。俺は優しくないよ。部下たちを全員死なせたのに敵を取ることもなく戦線を離脱して、こうして趣味の研究に没頭している。趣味じゃない、俺の命令だ。エコーを調査することは急務だ。この世界は残酷だけれどとても美しい。終わらせたくない。バレエの痛みの乗り越え方。バレエの痛みの乗り越え方。生まれたての希望のまじないみたいだ。若者たちはいつだってそうさ。バレエのこちらへおいで。はい。明日ここを出立してアルタリア・ウェトス遺跡に行く。君も一緒についてきてくれ。わかりました。遺跡のある国境付近には帝国領のエコリナ村しかない。エコリナ村は知っているかい？はい。補給で立ち寄る可能性があるかもしれない。帝国領だが旅人には連邦相手にも寛容な村だ。危険はないだろうが、エコリナ村に行ったことはある？いいえ。そう固くならないで。もしよかったら肩の力を抜いて気軽に話してもらえないか？いいよ。ちは血は血は？明日出かけんの？天気は多分晴れ寄りだと思うよ。洗濯物はよく乾く感じ。いきなり気さくになったな。心を開いてくれたのかも。嬉しいよバレーの。よろしくね。よろしく。ウェイウェイ。発言を記録しておこう。おっと、どんなおっかない拷問感が出てくるかと思ったら綺麗なお兄さんじゃない。知ってるよ、あんたアミア・ライだろ。エウロガリューと名所争いをしているやつだ。そろそろ決着がついたかい？ついたよ。どっちが名手になった？内緒。意地悪。驚いたよ。ソングシーカーは時事にも詳しいね。まあね、俺たちが発掘してるアルカソングは兵器と一緒だからさ。調べてるうちに歴史に詳しくなる。歴史に詳しくなれば今何が起こってるのかわかるよ。ぜひ参考にしたいな。俺も歴史を学びたい。数日前のことでいいんだけれど、アルタリア・ウェトス遺跡で何をしていた？交渉の勉強もさせてあげようか。手に入れたい情報があるならいい条件をつけるべきだ。例えばここから出してくんない？そこは信用についての話だ。信用について学んだことは？ないかも。
お前が信用できると分かったら無条件でここから解放しよう。アルタリア・ウェトゥス遺跡は帝国兵たちがうろついていたこともある。ああ、帝国のスパイかもって疑われてるのか。悪いな。我々は今用心深くなっているんだ。一つずつ信頼を積み上げていこう。名前は？ルトリ、ユールトリ。よろしく、ルトリ。何か聞きたいことはある？あの少年は？信頼できる人物に預けてる。彼のことが気になるのか？何か喋った？何かは喋っただろうね。ここは寒い。あったかいチャイをくれ。それから話してやるよ。気が向いたらな。分かった。すぐに持ってこさせよう。それと重要な情報を君にあげよう。取引ではなく無償で。聞きたい？聞きたい聞きたい。俺はエウロガリューとは違う。拘束されて動けない相手をなぶることにも抵抗はない。今の知識を有効に活用して。それじゃ。おっかねえ男。どうしようかな。あいつと連絡が取れりゃ。まだ生きてるかな、ザイン。その頃、帝国領エコリナ村。フェイル！ここにいるよ。大きな声を出したら疲れちゃうよ、ゼクト。大声くらい平気だよ。俺が心配なんだよ。ゼクトに何かあったらアイリオに怒られちゃう。知らないよ、あんなやつ。勝手に志願兵になって村を出て行って兵隊なんて死ぬかもしれないのに。アイリオは村一番の弓使いだ。きっと無事でいるよ。美味しそうな匂いだね。そうだった。ビスケットを焼いたんだ。保存食用にってネルに教わったやつ。二度焼きするやつだ。いつ戦争が始まるかわからないから。この辺りは国境だし、都の方では食べ物も足りないんだって。そうか。アイリオ、お腹空いてないといいけど、本当は分かってるんだ。僕の体が弱くなかったらきっとアイリオは志願兵にはならなかった。父さんが死んで母さんも亡くなって、たった一人の兄弟なのに。どうしよう、アイリオに何かあったら。大事な人が家に帰ってこないときは本当に苦しくて辛いよね。そういう光景やそういう気持ちが一番胸が苦しくなる。闇の近くで見る夢のこと？たくさん悲しい景色を見るけど、その中でもすごく辛い。ごめんね、辛い気持ちを思い出させて。ゼクトが謝ることじゃないよ。闇のそばに行くと変な夢を見るって信じてくれただけでも救われる。信じるよ、友達だもん。フェイルは昔から優しくて嘘なんてつかなかったし。ありがとう。大丈夫だよ、ゼクト。アイリオはきっと無事にエコリナ村に帰ってくるよ。アイリオはすごく運がいいから、どんなに大変な状況でもケロッと無事でいられるよ。元気を出して。
ありがとう、フェイル。おーいゼクト、フェイル。ネルだ。おーい今日は寒いよ。ゼクト、この上着着てな。大丈夫だよ。ダメダメ、体を冷やすと熱が出るんだから。あ、ビスケット焼いたの？うん、ネルに教わった通りに。ネル、戦争になりそう？どうかな。連邦の名士も変わったって言うし、落ち着くといいけどね。この世界が闇に覆われて住む場所がなくなっていったから戦争するようになったんでしょ。どうしてみんなで協力して闇を追い払おうとしなかったの？しようとする人たちもいたよ。でもいつか来る恐怖よりも目の前の恐怖の方が怖いんだよ。そのせいで何の準備もできないままいつかやってくる恐怖に俺たちは静かに飲み込まれていっちゃうの。ごめんね。どうしてネルが謝るの？ずっと戦いしかしてこなかった大人としてさ。戦いって、ネルは旅の便利屋さんでしょ？ゼクト、ネルにもきっといろいろあったんだよ。ごめんなさい。うん、こっちこそなんかうまく話せなくてごめん。フェイルとゼクトは俺が守ってあげる。俺は戦うことしかできないから。それなのに大事な人も守れなかったけど、アイリオも入れて君たち3人に会えてよかった。死ぬのを待つだけの俺に役目ができてよかったよ。ネル、見て、帝国兵だ。物々しい様子だけど何かあったのかな。アイリオ。こんなに早く国境に向かうことになるなんて。連邦と戦うことになるのかな。あそこにかすかに見えているのがエコリナ村ですか？あ、うん。まだまだ先だけど。よかった、燃えたりしてなくて。向こうの山脈にあるのがアルタリア・ベトス遺跡か。よく知ってるね。少し前あの辺りで帝国と連邦の激しい戦いがあったそうです。あ、俺も聞いたことがある。聖域なのに兵隊がうろついてるって。実際怪我人を見かけたりしたよ。サンシア副隊長のお兄さんもそこで亡くなりました。そうなんだ。おしゃべりをするな。早く行くぞ。はい、急ぎましょう、アイリオ。うん。でもルクレインも一緒に来るとは思わなかったな。ルクレインはトーラン先生の助手だろ。エコーナイトに混ざって国境近くまでついてきちゃって、トーラン先生心配してない？何かあったら衛生兵は必要でしょ。そうだけど。エウロガリューがアーシェリア連邦の名手に。そうだ。本来ならまだ他言すべきじゃないんだが、お前の親がエウロガリューに殺されたと聞いたことがあってな。本当の話か？本当です。信頼できる父の忠実な家臣が命がけで僕に伝えてくれました。エウロガリューは大怪我を負って動けない僕の父を抱き起こして探検で胸を一突きにしたと。
むごい話だ。エウロガリューだけは僕がこの手で殺します。今度エコーナイトたちを連れて国境付近まで行く。ルクレインも一緒に来るか？え？気が進まなかったら、いや、野蛮な連邦の連中どもが名手が決まったことに勢いづいて帝国に攻め込んでくるかもしれない。その先頭に立っているのはおそらくエウロガリューだ。エウロガリューの首を取って父の仇を討ち帝国の威信を守るか、トーランの影に身を潜めたまま医者の助手として生きながらえるか。ルクレイン、どうする？行きます。行きます。僕を連れて行ってください。分かった。出立の朝エコーナイトの本営に来い。トーランには気づかれないようにしろ。お前の出陣の許可をトーランは出さないだろうから。あの男の許可は必要ない。僕はマーニ国の王子だ。あの男は他人だ。分かってる。落ち着け、静かに。父の仇を討たせてください。約束しよう。ブーンを祈る。ありがとうございます。初陣か？国が滅びて逃げ落ちたのが子供の頃ですから。多分。鳥の羽を誰かにもらえ。できれば3つ。鳥の羽？帝国に伝わる儀式だ。本来なら親、死、友の3人にもらう。そうすれば死なずに帰れる。僕にはいません。親も死も友も。エウロガリューを殺せるなら生きて帰れなくたっていい。ルクレイン、包帯を。どうした？泣いているのか？サンシア副隊長。すまない。叱りすぎたみたいだ。叱られるようなことをしたのか？ルクレインが？帝国なんか滅びればいいと、僕の国みたいに。なんでそんなことを。どうせ世界は終わるんでしょ。ルクレイン、待て！ルクレイン！絶対に父上の仇を討つ。そしてもう一度マーニ国を再興するんだ。止まれ！様子がおかしい。あれは闇だ！闇が突然広がって。接触するな！退避しろ！闇がエコリナ村の方角に。どうしよう。どこに行くんですか？アイリオ、行きな！ゼクトたちに知らせなきゃ。エコリナ村か。半数は退避、半数は村人の救助を手伝え。俺は村の方へ行く。副隊長、危険です！帝国領の村だ。俺たちは守らなければ。俺もついていきます。僕も行きます。アエリオ、待って。闇が迫ってくる。逃げろ！触れるな！何かおかしい。おかしいって？二人とも行くよ！ゼクト、背中に乗って。大丈夫、走れるよ。いいから早く。ごめん。やった。フェイル、先導して。分かった。なんだこの闇は。先ほどまではなかった。突然出現したのか。
珍しい現象だ。ゆっくり観察して記録をつけたいが。逃げた方がよくね？君もそう思うかい？うん。鬼ヤバ運んであげよっか。何を？俺を？うん。抱っこで？そう。興味深いな。一度試してもらっていい？合点。明日の鍵をこじ開けて。闇から生まれたエコーたちがアイリオの大宮に集って光を発してる。くらえ！弓を得られて闇が退いた。この仕組みは何なんだ。世界を襲う闇から生まれたエコーを刺激する人間に追い払われるアイリオ、逃げろ！そこに立っていたらいずれ飲み込まれる。明日の鍵をこじ開けて。どうして逃げない？アイリオの背中の向こう側、誰かが背負われて逃げていく。あの人物をかばって、もしかしてあの人が。アイリオ、くらえ！アイリオ、逃げろ！次の瞬間、闇に飲み込まれてアイリオの姿は見えなくなった。大丈夫？フェイル。心配かけてごめんね。お互い様だよ。いつもゼクトの面倒を見てくれてるんだから。ああ、面倒っていうのは面倒くさいの面倒じゃないよ。フェイルに助けてもらってゼクトも俺も感謝してるって意味ね。二人は仲がいいよね。見た目は似てない双子なのに。ずっと一緒にいるから。ずっと一緒にいるからね。素敵だね。さっき見た景色の中で俺はすごく孤独だった。闇が見せる光景のこと？村の人たちは信じてくれないけど俺はこう思ってる。あの闇の気持ちっていうか記憶に触れてるんじゃないかって。闇の記憶？今日見た景色はね、真っ白で綺麗な清潔な大きな部屋だった。長細い机がいくつも並んでて、何人もの人間が机に向かって座ってるんだ。座ってこんな風に指先を動かしてる。何の動きだろう。大きな動物の背中をくすぐる時の手つきじゃない？指を動かすとカチャカチャ音がするんだ。あちこちでそんな音が響いてる。カチャカチャ音を鳴らしながら不意に途方もない孤独を感じるんだ。自分は一生本当の言葉を声にすることはないんだろうなって。なんで？わからない。でも間違ったことを言うのが怖くて本当のことを打ち明けられない。だから誰かが言った言葉しか安心して口に出せないんだ。心の奥底に飲み込んで笑ってる。自分の心の音は完全に消し去ってカチャカチャ手元でだけ乾いた音を鳴らし続けてる。そのことがたまらなく寂しい。
僕はフェイルの話聞きたいよ。いつでも話してね。うん、ありがとう。俺たちがそばにいるからきっともう悲しい景色は見ないよ。ゆっくり休んで。ごめんね、ベッドを借りちゃって。ゼクト、大丈夫？大丈夫だよ。今日は朝から調子がいいんだ。おやすみ、フェイル。フェイル、大変そうだな。闇の声が聞こえるなんて。なんでフェイルは闇の声が聞こえるんだろう。昔フェイルが行方不明になったことがあるじゃない？うん、僕はあまり覚えてないけど、フェイルの家族の話では峠に行った時に一瞬目を離したら消えてたって。そうそう、崖から落ちて死んじゃったんじゃないかと思ったって言ってたよ。でも10日後、フェイルはケロッとした顔で自力で村に戻ってきた。もしかしたらエコーがフェイルを助けてくれたんじゃないかな。エコーは大怪我をした人の体の一部になることがあるって言うじゃない？エコーは闇から生まれたんだよ。闇は世界を滅ぼすものでしょ。人助けなんかしないんじゃない？そうだけど、悪いだけのものってあるのかな？いいだけのものってある？父さんは最後に村の人に迷惑をかけたけれど、俺たちにはいい父さんだったよ。そうだけど。ごめん、父さんの話したくなかった。まだ気持ちの整理がつかない。そうだよね。でもエコーフューズは嫌だ。エコーは闇から生まれた生き物だよ。あんなものを利用しようとするから神様が怒って世界を終わらせようとしてるんだって。村長さんがそう言ってた。じゃあエコーマスターも悪いってこと？多分。俺はそんなことないと思うな。どうして？かっこいいから。アイリオは強い方が好きだよね。角の大きい鹿が好きだし、爪の大きいクマが好き。強いのはかっこいいから。僕はかっこいいよ。ゼクトは強いもん。体は弱いけど心が強いよ。そうなりたいね。世界が滅ぶなら滅んでもいい。最後の時を迎えるならみんな一緒に穏やかに過ごしたい。だからアイリオにもフェイルにも闇やエコーに関わらないでほしい。父さんが亡くなる時父さんじゃないみたいだった。アイリオには最後までアイリオのままでいてほしいんだ。僕の知ってるアイリオにさよならを言いたい。俺は強くなりたい。みんなを守りたいよ。そう。アイリオ！アイリオ！ゼクト、諦めろ！でもあの闇に捕らえられたら誰も生きて帰れない。俺もこの目で見たんだ。ノクシュマ様も同じように。ノクシュマ様？ネル、どうした？何があったんだ？闇が現れた。みんな急いで逃げて。なんだって？急げ、闇に食われるぞ！アイリオ！アイリオ！俺が様子を見てくる。お待ちください、副隊長。副隊長にもしものことがあったらユマリット様に処罰されます。アイリオと村人たちは見捨てろというのか？
サンシア様のお命には代えられません。どうかこらえてください。だがノクシマ様に続いてサンシア様まで闇に食われたとあってはお母上に顔向けできません。撤退だ。闇に対して安全な距離を取れ。はっ。待ってください。アエリオはどうなるんですか？運が良ければ生きているだろう。ルクレイン、お前も下がれ。急げルクレイン、こっちへ。無事かいバレーの。余裕のよっちゃん。誰？オケマル。よくわからないけれど記録しておこう。無事みたいでよかった。ハッピー。帝国軍が撤退していく。エコリナ村は見捨てられたか。下手に手出しをすれば損害が大きくなる。賢明な判断だが帝国領の村人たちは哀れだな。救いがない。こういう時のために税を納めてるのにね。バレーノ。何？俺を諌めてくれないか。バカなことをするなって。帝国領の村人を助ける義理は俺にはない。それに連邦の元軍人の俺が銃器を所持して帝国領に侵入すればいらぬ誤解を生む。バカなことをするな。ありがとう。君の言う通りだ。なのに死んだ部下の顔がちらつく。バレーノ、ここで待機していろ。俺が戻らなかったら連邦府に。あなたを援護する方がいい。あなたは長距離武器です。俺は近距離武器です。戦闘もできるのか。その相当は飾りじゃなかったんだな。ソングシーカーに同行していたなら当然か。目的は村人の救出ですか？そうだ。俺の合図を待って走れ。オケマル。行け。笑い合う日々を祈れ。もうダメだ。闇に覆い尽くされる。フェイル、ゼクトを頼む。ネル、どこに行くの？少しだけでも時間を稼ぐ。みんな逃げて。よせネル、お前の足なら逃げ切れるだろう。エコリナ村の住人でもないお前が村と運命を共にする必要はない。俺はとっくに死んでる人間だ。この村のみんなのおかげで最後に優しい時間をもらえた。感謝してるよ。ネル、行かないで。噂で聞いたことがある。行方不明になった帝国の死神と呼ばれたエージェントの話。ネル、やっぱりあなたは帝国で名を馳せた諜報部員ネルファ・マクシー。フェイル、ゼクト、楽しかったよ。ネル、待って。あ、行ったらダメだ、ゼクト。でもネルが。もう何も傷つけない明日へ。ノクシマ様、今おそばに参ります。伏せろ。お前はネルファ。連邦のエリュカジュ。驚いたな。帝国のネルファ・マクシーと生きてもう一度会うとは。貴様のせいで
ノクシュマ様が。お前さえいなければ俺の部隊は全滅しなかった。今すぐ頭を打ち抜いてやりたい。だが今は目の前に集中しよう。いいだろう。まさかここに来て生きる楽しみができたとは。どんな？お前を殺してやる。こちらのセリフだ。おしゃべりはその辺に集中して。賛成。もっともだ。信じてたチームがリロード。バレーの君もエコーマスターか。習得しました。誰が君に歌を教えた？その質問には答えられません。この少年は連邦にこれほどの使い手がいるなんて。集中してこのまま闇を払うぞ。ネルファ、援護してください。連邦の分際で俺に指示するなよ。行け。了解。闇の勢いが弱まってきた。まるで霧が晴れるように。うまくいったか？適正存在の影響圏を脱出。現時点において想定されうる脅威干渉域の外縁に位置しています。なんて？安全性確保されました。友人のように砕けた感じで言ってみて。問題ナッシング。なんて？バッチグー。記録しておこう。バレーのどうした？生体反応あり。生体反応？もしかして。アイリオ、やっぱり僕。隊列を守れ。命令違反は許さない。でもルクレイ。トーラン先生。よかった、追いつけて。サンシア副隊長、どういうことですか？施療院の主である俺に一切の許可も取らずに助手を従軍させるなんて。それは僕がお願いしたんです。どうして？父の仇を取りたかったからだ。あなたは僕に忘れようとさせるけど忘れられるはずないだろう。僕はマーニ国の王子だ。医者の助手として隠れて生きて幸せになれるとでも。ルクレイ。ルクレイ、トーラン医師はお前と同じような境遇だからこそお前に恩情を。同じような境遇？どういうことですか？サンシア副隊長、お心遣いはご無用です。どういうことですか、トーラン先生。お前と同じようにトーラン医師の故郷もない。彼の故郷のセファーロ国も我が帝国に従属することを拒み、帝国領の一部となった。そんなこと言わなかった。言う必要がなかったからだ。僕だけ一人でバカみたいじゃないか。一人で嘆いて怒って。あなたもみんなも悲しい思いをしてるのに。それでいい。お前はまだ子供なんだ。子供じゃない。闇が薄れて晴れていく。アイリオ、今ならアイリオを助けられるかもしれない。アイリオが負傷したのか？探そう。みんなエコリナ村に戻れ。はっ。先生、
力を貸してください。わかった。アイリオ。知り合いか？アイリオ。これはひどい。闇に食われてあらかた消失している。知り合いなら早く楽にしてやるといい。アイリオ、どうして？せめてゼクトに。ゼクト。生体反応消失。アイリオ。気の毒に。白々しい。全部お前たちが。待って、エコーたちが集まってる。もしかしてエコーフューズしようとしてるのか？生体反応あり。アイリオ、アイリオ、頑張れ。なんか体が変。痛い、かゆい、なんかネル、俺どうなってるの？ぬるま湯に溶けてるみたいな。今は何も考えるな。生きたいって願って、他のことは何も考えないで。生きたい。死ぬの？俺。何と言えばいいか、あまり楽観視はできない状況だね。つまり可能性は高。黙れよお前。大丈夫アイリオ、ゼクトもすぐそばにいるよ。ゼクトはどこ？どうした？急に暗くなっちゃった。夜。引導を渡してやろう。何するんだよお前。エコーと融合を仕掛けているせいで痛みを感じていないだけ幸運だ。いつ苦痛がよみがえるかわからない。ここには専門医もいない。自然発生したエコーフューズの成功率は 1% に満たない。額に触れてあげなさい。天国が待っていると伝えてあげて。アイリオ、アイリオ、目を閉じて。目閉じてないの？ネル、ゼクトは？近くにいるよ。大丈夫だよアイリオ。静かで楽しい場所に行こうね。やだ。苦痛が戻ってきた。これ以上苦しませたくない。ネルファ、別れを。アイリオ、許して。どうか安らかに。やだ。死にたくない。死にたくない。こんなとこで空も見えないのに死にたくない。アイリオ。帝国軍。そこにいるのは連邦の指揮官エリュ・カジュか。前線は退いた。今は念願のエコー調査官だ。武器を捨てて投降しろ。
悪いが俺は愚かじゃない。帝国に投降して生きて帰った者はいない。バレーノ、構えを解くな。標的は？あの背の高い男だ。サンシア・パンテーラ。了解しました。どいてくれ。アイリオ、こんなひどい。ルクレイン、ひどいの。俺自分の体が見えなくて。もう大丈夫だ。俺がそばにいる。トーラン先生。トーラン？エリュ・カジュ。こんなところで会うとは。もしかしてその子が？僕のことですか？そうだ。大きくなったものだ。俺も年を取るわけだよ。トーラン先生の知り合いですか？覚えていないのか。連邦の手に落ちたマーニ国からお前を俺の元に届けた男だ。この人が？用心しろ。温厚そうに見えて頭に血が上ると凶悪な男だ。治療に専念しよう。ルクレイン、応急処置のための器具を用意してくれ。はい。アイリオ、これからお前を助けてやる。よかった。死ななくて済むんですね。まだわからない。治療の前に酷なことだが、一つ聞いておきたいことがある。後悔しないか？何を言ってるんですか？重要な確認事項だ。わかるわけがないでしょ。早く治療してください。こんなに苦しんでるのに。エコーフューズは完璧な治療法じゃないんだ。この世界が完璧じゃないように。トーラン先生！お前の父親のように、お前やお前の周りの人々を不幸にするかもしれない。それでも生きていたいか？ネルファじゃないか。こんなところで出会うとは。サンシア様、合わせる顔もありません。俺はノクシマ様も守れず。そのようなこと、お前ほどの戦士の忠誠を得て兄も幸せだっただろう。再び帝国に忠誠を尽くしてはもらえないか、ネルファ・マクシー。サンシア様、下がれ。サンシア様に銃口を向けるならお前たちを殺す。やってみろ、増表明。標的をネルファに変更して援護しますか？いや、変わらずサンシアを狙え。撤退を推奨いたします。エコーナイトたちを含めると我々は劣勢。どうした？周辺領域において熱源および移動体を検知。識別コード照合完了。該当対象友軍個体にて確認。エリュ無事か？アミヤ。連邦軍め、撃て！戦いが始まった。伏せろ、ルクレイン。サンシア副隊長、このままでは負傷者が被弾する。分かった。お前たち連邦を西に誘導しろ。かしこまりました、サンシア副隊長。サンシア。ああ、パンテーラ家の次男だね。お会いできて光栄だよ。俺もだ、アミヤライ。
名手の座を奪われた気分はどうだ？最高だよ。俺が一番エウロを名手に従っていたんだからね。負け惜しみを。本当なのに。叫びを抱きながらフォーリンラーやるな、チャクラム使いか。そちらもなかなか。襲撃失敗。引き続きリトライします。サンシア様、サンシア様をお守りしろ。あの少年、なんて跳躍だ。空から降ってきたのかと思った。アイリオ、どうしたい？わかんない。父さんみたいに迷惑をかけるの。迷惑かけたくない。でもこのまま死ぬのは怖い。怖いよ。生きたい。死にたくない。わかった。その気持ち忘れるなよ。ずっとそう考えていろ。死にたくない。死にたくない。生きたい。生きたい。生きたい。そうだ。その気持ちのままエコーを刺激するんだ。アルカソングを歌え。世界の闇に取り込まれるな。お前が世界を従わせろ。明日の鍵をこじ開けて。闇から生まれたエコーたちがアイリアに融合していく。うまくいくかもしれない。ルクレイン、清潔な場所と布を用意してくれ。わかりました。アイリオ、頑張って。僕、やっぱり様子を見に。ダメだ。顔色が悪い。めまいでまっすぐ歩けないだろ。でも、アイリオが、ネルも。アイリオは、ゼクトを守ろうとしたんだ。ゼクトに何かあったら、アイリオは、アイリオは、物音がした。隠れて。敵意はない。帝国の医療部隊だ。負傷者を連れている。治療がしたい。扉を開けていいか？帝国の負傷者なら。待って。罠かもしれない。連邦兵は平気で騙し討ちするって。人がいるのは分かっている。鳴き声が聞こえた。だが応答がなければ、こちらの安全性の確保のために扉を破壊し、お前たちを攻撃する。速やかに返答するように。フェイル、そこに隠れてて、俺が応答する。今開けます。ありがとう。エコリナ村の人ですね。あなたに怪我はありませんか？大丈夫です。医師がもう一人、負傷者が一人います。中に入ってもいいですか？こちらももう一人います。ゼクト、
大丈夫そうだ。来て。ゼクト。治療なさるんですか？僕もお手伝いします。ありがとう。でも見ない方がいいかも。衝撃が強いかもしれないから。何を？負傷者を。体のほとんどが今はエコーと融合しているんだ。元の部分は顔から肺しか。入るぞ、ルクレイン。アイリオ、大丈夫か？はい。痛みは全然。目は見えないままなんですけど。痛みが消えたか。順調に融合が進んでいるようだな。ベッドはどこ？アイリオ？ゼクト？ゼクト！ゼクト！気を失ったままにしてやれ。君は大丈夫そうなら酒を持ってきてくれないか。消毒したい。わかりました。フェイルがいるの？ゼクトは無事だった？ああ、無事だよ。アイリオ、君のおかげだ。ありがとう。よかった。痛みが戻ってきた。アリオ、歌ってアルカソングを。わかった。明日の鍵をこじ開けて。アイリオの体が元の姿に戻っていく。これがエコーフューズ。ありがとう、エコーたち。日差しが柔らかい。帝国で見上げる空は穏やかだ。たまたま今日だけかもしれないが、住みやすそうなところだ。どこを調べようか。アミヤ様のためにできる限り有益な情報を入手したいが。これください。お買い上げありがとうございます。市場は連邦の方が活気があるが、人通りも少ないというか。そこのお前。俺か？そうだ。身分証明書と市場通行許可証を見せろ。なぜ？なぜ？市民には治安維持に協力する義務がある。不法入国者か？まさか貴様連邦のスパイじゃないだろうな。やるか。こいつは倒せるだろうが、人が集まってきたらどうなるか。答えろ。後ろぐらいところがあるのか。だとしたら。何？お前どこ行ってたんだよ。堂々とサボりやがって。いた！なんだお前。すみません、こいつは俺が雇った荷物持ちです。市場が広くてはぐれちゃって。荷物持ち？身分証ありますあります。身分証明書と市場の通行許可証ですよね。お前言っただろ、午前中はこの許可証がないと市場には入れないって。確かに本物だな。だが原則として身分証は本人が所持することが定めだ。身分証不携行は法律違反。分かってますよ旦那。今度から気をつけますんで。ほらお前出せ。出せ？気の利かないやつだな。あれだよ、有り金全部出せ。なんで俺が？いいから早く。これ。はいはいっと。旦那どうぞ。懐にすすっとお納めください。帝国の役人を買収する気か。やるか。バカ。
鞘に手をかけようとしたことに気づいて。めっそうもありませんよ。こいつがご迷惑をおかけしたでしょ。ほんのお詫びの気持ちでございます。さどうぞお納めくださいな。そういうことならまあ受け取っておこう。ありがとうございます。ほーらお前も礼を言え。くそ、帝国兵などに。落ち着け。これもアミヤ様の立身出世のため。ありがとうございます。以後気をつけるように。承知いたしました。心の奥深くに刻み込みました。危なかったな。礼はいらないぜ。あばよ。待て、何が礼だ。俺が助けてやったんだろうが。俺の全財産どうしてくれる。はあ、贅沢言ってんなよ。首と胴体が離れるところだったんだぞ。切り抜ける方法はあった。ごまかせる方法もあるわけないだろ。お前の動きは旅行者じゃない。連邦のスパイにしちゃどんくさいが。なんだと。手を離せ。これ以上は目立つ。悪かった。お前のおかげで助かった。最初からそう言えよ。じゃあな。待ってくれ。なんだよ。俺はラオニクス。主君のために強い兵を探している。あ、そう。お前に我が主に仕える栄誉を与えてやる。耳を貸せ。我が主の名はアミヤライ。なぜわかった。変わった獲物だからな。ライの国は変わり武器を好む。アミヤもチャクラム使いだろ。お名前は。はは、お名前はときたか。素直なところは嫌いじゃないぜ。貴殿をぜひ我が陣営にお迎えいたしたい。帝国と連邦のゴタゴタに巻き込まれるのはごめんだ。俺にはやりたいことがある。世界が滅ぶって言うならなおさら急がねえと。やりたいこととは。俺でよければ力を貸そう。市場の通行許可証も知らなかったお前に。帝国の情報には疎いが、これでも腕には自信がある。ザイン・ディカスだ。ザイン殿、あなたは。どのなんてやめてくれ。ザインでいい。ザイン、あなたは一体何者だ。大したもんじゃない。世界一のソングシーカーさ。ソングシーカー。世界中の遺跡を探索してアルカソングを発掘しているという。世界一ってところに突っ込めよ。証拠はとかさ。あなたが言うならそうだと思って。素直な男だな。可愛くなってきちゃったよ。可愛く。仕方ない。買い出しに付き合わせてやる。荷物持ちはできるだろうな。無論ご期待いただきたい。俺が探してるのは天井のアルカソングだ。天井のアルカソング。あんたエコーマスターか。ああ。ならアルカソングを歌えるだろう。エコーたちを従えるための歌。もちろんだ。アルカソングには質がある。質の高いアルカソングを歌いこなせるかは使い手によるが、質の高いアルカソングには強大なエコーたちが従うんだ。強大なエコー。噂には聞いたことがある。熊ほどの大きさのエコーもいると。もっとだ。馬車や家、下手をしたら
山ほど大きいエコーの目撃談もある。それは伝承だろう。俺の生まれ故郷でも年寄りたちが話している。蛇のような形をした巨大なエコーが張った跡が川になっただとか。本当だよ。まさか。一度だけ見たことがある。嵐の海で雷雲と闇に飲まれかけた。その時にほんの一瞬だけ、まるで島みたいな巨大なエコーを見た。海から現れたのか？そうだ。船が沈まないようにしようと必死にアルカソングを歌ってる時に、ふらっと俺の歌を聴きに来たみたいに現れたんだ。そして消えていった。好みじゃないけどそこそこだったよ、なんていう風にさ。話を戻すけど、古代の文明人たちはそのことを知っていたんだ。巨大なエコーが存在すること、エコーを従える特別なアルカソングがあること。それはバラバラに飛び散って各地で歌い続けられていたり、石碑に残っていたりする。石碑？ああ、石板とかにも。紙や羊皮紙に描かれたものもあるが、状態が悪くて解読が難しい。最古のアルカソングは母姫のアルカソングと言われている。歌詞はこんな感じだ。生きている間は輝いて、思い悩むことはしないで、人生はつかの間、時間は奪っていくものだから。どう？どうとは？感想だよ。どう思った？優しい言葉だ。それに美しい。そうだろう。古代のアルカソングにはこんな風に豊かな美しさがある。俺はアルカソングの虜になってソングシーカーになったんだ。ソングシーカーをしているうちに天上のアルカソングの噂を聞いた。どんな噂？この世で最も美しい歌って。俺はどうしたってその歌を聴いてみたいんだ。ああ、もしもその歌が聴けたならたちまち死んでもいい。あなたは少し危なっかしいな。ソングシーカーなんてそんな奴らばっかりさ。強力なアルカソングは帝国も連邦も欲しがってるからな。特に帝国は手段を選ばない。厄介な趣味さ。それでも力を貸すかい？ああ。本当に？がぜん興味が湧いた。俺も聞いてみたい。天上のアルカソングを。そいつは嬉しい。強大なエコーを操れる古代文明の強力なアルカソング。強兵部隊に匹敵するものだ。その歌を見つけて持ち帰れば、アミヤ様はエウロを蹴落として名手になれるだろう。もしザインが俺にアルカソングを譲らなかったら。ん？いや、なんでもない。その時はその時考えよう。こいつ俺を出し抜こうと思ってやがんな。まったく可愛いやつだぜ。ユマリット様、どうかお許しを。私は帝国に心からの忠誠を誓っております。決して隠し事など。無駄口は慎め。生前の櫛間はお前の家を頻繁に訪れていたそうだな。何の目的で訪れていた？知らぬわけはないだろう。まともに喋れぬしたなら切り落としてやろうか。どうかお許しを。本当に何も知らないのです。ただ私の書庫にこもって何か調べ物をなさっていました。ノクシマ様がいらっしゃるうちは決して中には入るなと。ノクシマが何を調べていたのかお前にはわからないか？わかりません。
ノクシマ、なぜ私にまで隠し事を？どうしてアルタリア・ベトゥス遺跡を訪れた？なぜ君は闇に食われたんだ？これはノクシマの地だ。怪奇と書かれている。お前何か知っているのか？知りません。嘘を申すな。怪奇と私が口にした瞬間、お前の顔色は一変した。恐れながら存じ上げません。そう。虚言を浪する者は陛下の御代を生きるに値せぬ。まずは欺瞞を語る舌を切り捨てて犬に食わせてやろう。何とでも言うがいい。あの男は死すべくして死んだのだ。ノクシマこそこの世の大罪人だ。ノクシマを罵るとは貴様苦しまずに済むと思うなよ。そちらこそ全てが思う通りにいくと思うな。こいつ毒薬を。すでに事切れている。怪奇とは何だ？君は何のためにこの世を去った？答えてくれ、ノクシマ。ユバリット様。サンシア、怪我はもういいのか？おかげさまで。ユバリット様、この度のことは大変申し訳ありませんでした。何卒厳罰に処してくださる。いいよ。処分してばかりでは有能な人材がいなくなる。エコリナ村を連邦に奪われたのはエコーナイトの名に傷をつける大失態ではあるが、申し訳ありません。屈辱を晴らせ。お前を陥れた連邦の犬どもを臓腑が逃げるほど憎むのだ。そのために当時のことをもう一度私に報告してみなさい。はあの日エコリナ村で俺たちは連邦の大軍と鉢合わせました。ひとまずエコーフューズは成功だろう。よかった。じゃあアイリオは？あとは本人の気力次第だ。今は眠っているが脈も呼吸も安定している。ありがとうございます先生。そちらは大丈夫か？眠ったままで顔が真っ白だ。ゼクトは体が弱くて元から貧血気味なんです。そうか。どうしたんです？あの金属の壁飾りが何か？いや。あの鋼の花の飾りですか？二人が赤ん坊の頃に旅人からお祝いにもらったそうです。確かセファーロという国の工芸品だと聞いたことがあります。セファーロ、トーラン先生の今はもうない故郷の名前だ。トーラン、ルクレイン。サンシア副隊長。手術は成功したか？ええ。すぐに引き払うぞ。アイリオを馬に乗せろ。馬に？そんな状態じゃ。ここにいたら捕虜にされる。連邦の援軍が押し寄せてきた。お前たちも直ちに撤退準備しろ。わかりました。ルクレイン、アイリオを移動させるぞ。待ってください。彼らは？
俺が守ります。ネルファ。ネル、この子たちもエコリナ村の人たちも俺が守ります。ネルファ、お前は。早く行ってください。怪我人もいるんでしょう。俺が時間を稼ぎます。すまない。トーラ、ルクレイン、準備しろ。わかりました。行きましょう、先生。ああ。アイリオも連れて行くの？彼はエコーナイトです。ここにいたら殺される。トーラ、先に行け。わかった。大丈夫だからね、フェイル。俺が必ず君たちを守るよ。そこの君。僕ですか？アイリオの目が覚めたら伝えて。守ってくれてありがとうって。わかりました。行くぞ、急げ。そしてエコリナ村は連邦軍に占拠されたわけか。申し開く言葉もございません。口先だけの謝罪より行動をもって名誉を挽回しろ。陛下のために功績を立てるんだ。は。負傷したエコーナイトは？エコーフューズは成功したのか？それが失敗だったか？いえ、想像を絶するほどの見事な回復を遂げています。負傷する以前よりも強靭になったと言えるほど。ほう。明日の鍵をこじ開けて行け。なんという号泣だ。すごいな、アイリオ。速さ、筋力、瞬発力、持久力、精鋭揃いのエコーナイトの中にあってどれも抜きん出ている。まるでエコーフューズで生まれ直したみたいだ。神話の英雄か何かに。なんとかかわせた。もう一度。また巻いた。降参だ。もう少し相手をしてくださいよ。俺たちではもはやアイリオの相手にはならん。サンシア様、いや下手をしたらユマリット様でないと。ユマリット様は相手してくれないでしょう。してあげようか。ユマリット様。相手をしてあげてもいいよ。ユマリット様、ご冗談を。相手は病み上がりの少年です。だからあなたと渡り合える技量では。お願いします。バカだこの人。ユマリット様、ぜひお相手願います。サンシア、試合用の剣を。真剣でいいか？待ってください。何？彼は子供です。子供じゃないです。バカだ本当に。俺の相手をしてください。ユマリット様に勝って帝国一のエコーナイトになりたい。いい心がけだ。私より強いエコーナイトなど生かしてはおかないがな。冗談だよ。びっくりした。心臓が飛び出るかと思った。ユマリット様。トーラン。グトリー陛下がお呼びです。ルクレイン、ユマリット様を邸内までご案内しろ。かしこまりました。
残念だったね、坊や。はい。でもまた次の機会に。行こう。はい。トーランは心配性だな。私があの少年を切り捨てるとでも思ったのか。気づいていらっしゃったのか。ルクレインだったな。はい。先日エコリナ村にいたそうだが。はい。エコーナイトの方々と共に。連邦軍を待ち受けようとは思わなかったのか。父の仇を討つために。それはアイリオが大怪我をしてサンシア副隊長が撤退を。何もかも人任せ。人のせいか。マーニ国が滅びるのも当然だ。勇者がいないのだから。ご苦労だった。付き添いはここまででいい。くそ。くそ。フェイル、どうぞ。やあ。お前、そう身構えるな。エコリナ村は連邦の管轄になった。非戦闘員に危害は加えない。村人を守って前線したそうだが、旅の便利屋なんだろ。諜報活動は退いたのか。尋問か。構造的意義も実利的目的も欠いた日常的な発話の連続。つまり雑談だよ。どうした？雑談をする仲か、俺たちが。確かにな。単刀直入に話そう。君をスカウトしに来た。スカウト？そう。スカウトだって？それは感激していると思っていいのか？ふざけるなよ。俺が帝国や陛下を撃って連邦の犬になり下がるとでも？いくら積まれたって親を人質にされたってお前たちの手先になるもんか。なんで黙ってる？どうしたら君を落ち着かせられるのか考えている。落ち着いてるよ。現在が安定状態だと仮定するなら、通常状態は高エネルギー的な騒動に満ちていると推察できるな。はあ？諦めて話を進めよう。俺も今は軍人じゃない。連邦府付属のエコー調査官をやっている。エコー調査官？そうだ。もともと俺は学者志望だった。なぜ軍隊を辞めた？君と似たような理由だ。かつて遺跡での戦争の際、突如発生した闇に飲まれて君は上官を失ったが。黙れ！俺は部下を全員失った。後を追おうとしたができなかった。エウロに説得されてね。エコー調査官にならないかと。彼は変わり者だよ。変わり者って？世界はまだ救えると信じてる。あんたは？半々だ。もうどうしようもないと思う一方で、若者にそんな言葉を告げたくはない。それはわかる気がする。やっと意見が一致したな。ゼクトやフェイルが10年後や20年後の話をするんだ。植えた木だとか補修した橋だとか生まれたばかりの動物の世話をしながらね。
未来志向の言動が自然に出るのは主としての健全性を示してる。そのことには好意を抱かされるな。は？何？端的に言えよ。どうして苛立つ？称賛しようとしただけだよ。つまり？かわいいね。そうなんだ。未来の話をするあの子たちはすごくかわいい。でもワイワイあれこれ笑いながら想像し合ってると不意にその顔が暗く曇っていくんだ。楽しい未来なんてあるのかな。そんな不安な眼差しだ。そういう時なんて言葉をかけていいのかわからない。決まりだな。何が？何も決まってない。君の悩みを解決する方法は俺の提案と非常に相性がいい。連邦府のエコー調査官になるべきだ。最悪の相性の間違いだろ。俺は腐っても帝国の軍人だ。陛下に銃口を向けるものか。調査官は戦闘員ではない。帝国に損害を与えることはないよ。多分俺はエウロに恩がある。エコーを利用する新たな方法が発見された場合、彼に報告する可能性はある。ペテン野郎。一つも嘘はついていない。自分で言うのは抵抗があるが、誠実な対応だと自負している。帰ってくれ。あんたの誘いには乗らない。この村で君の能力を腐らせるのか？誰が得をする？損得じゃない。忠誠の話だ。俺は野久島様のために戦った。野久島様が闇に飲まれた瞬間に俺の人生は終わったんだ。ならここにいる君は亡霊か？そうだよ。わかった。また会いに来るよ、エコリナ村の亡霊に。へえ。年はいくつ？稼働時間は管理者権限がないと答えられないんだ。ごめんね。稼働時間？面白いこと言う。稼働時間は面白い？うん、言い方がさ。点上げピザカッターなんだが。何それ？フェイルはチルチルチリ鍋すぎ。俺チルチルチリ鍋すぎなんだ。何してるの？ああ、ゼクトだ。ゼクトはどんな感じ？サンドボックスくん。へえ。何の話？ゼクトはサンドボックスくんだって。何それ？仮想環境下、模擬環境下では熟達しているけれど、現実の現場では若干戸惑いがある新人の意です。なんか舐められてるな。フェイルは何て言われた？俺はなんだっけ？チルチルチリ鍋すぎ。それだ。チルチルチリ鍋すぎってどういう意味？幸せはすぐそばにあった。淡白な味わいの白身魚の鍋のようにという意です。五感の勢いから2070年代に流行しました。へえ、いい言葉なんだね。もっと慌てた感じかと思った。慌てた時にはなんて言うの？ガチでノーチップ飛んだ。へえ。そうだ、サンドイッチ持ってきたよ。わあ、アルゴリズム崩壊飯。どういう意味？褒めてる？けなしてる？ SNS などで話題性が高い食事を表現する際に使われます。
よくわからないけど連邦では変な言葉が流行ってるんだね。ガレームはいくつだっけ？稼働時間は1335万246時間です。何それ？大草原不可避。面白い。点上げピザカッターなんだが。あれ？さっきも稼働時間とかいうやつ答えてたっけ？そうだ、フェイル。昨べ話した件なんだけど。あ、テートに行く話？うん。アイリオの様子が心配だから会いに行こうと思うんだ。僕は覚えてないけどひどい怪我だったって言っただろ。その後どうなってるのか。それにこの村連邦の支配下になっちゃったから。帝国兵のアイリオは怪我が治って元気になったとしても帰ってこられないよね。そうだね。夜中にこっそり村を出て帝国領に行っちゃった人たちもいる。連邦の人たちは聞いてたほど怖くはないけど、この先何があるかわからないし、アイリオに会いにテートに行こうと思うんだ。わかった。じゃあ俺も一緒に行くよ。ダメだよ。どうなるかわからない旅だし。なおさら一人にはさせられないよ。これ以上迷惑をかけたくない。迷惑なんて思ってない。いつかテートに行ってみたかったんだ。その口実に使わせてもらうだけ。フェイルはなんでそんなに優しいの？普通だよ。友達が心配で一緒にいたくて一緒に旅に出たいのは普通のことだと思うよ。ありがとう。フェイルが大好きだよ。俺も大好き。確かに未来しね。おい、何を歌ってる？まさかアルカソングじゃないだろうな。穴歌くらい許してくれよ。アルカソングなわけないじゃん。エコーなんかいないだろ。そうだけど、ソングシーカーは得体が知れない。修羅場慣れしてる感じがするし。まあね。面白い話聞かせてやろうか。面白い話？どんな？宴でモテるようなやつさ。ドキドキして続きが気になってあっと驚くような。冒険の話か？聞きたい。よし、今夜は眠らせないぜ。その代わり酒をいっぱいくれよ。おっと、そうきたか。まったくアミヤ様には内緒だぞ。もちろん頼むよ。舌が乾くくらい今夜は喋ってやるから。楽しみだ。最近楽しいこともなかったしな。ちょっと待っててくれ。お、よろしく。やれやれ。連邦の連中は緩いから助かるぜ。確かに未来示した。よしよし、いい子だ。こっちにおいで。そうそうそう。いい感じいい感じ。捕まえた。あとは救援信号用に羽の音を変えて。よし、この羽の音のメッセージ覚えててくれよ、ザイン。覚えてないかも。ザイン薄情なとこあるし。頼むぞ、思い出してくれ。助けてやりたいやつがいるんだ。怪奇のアルカソングなんかに関わっちまう前に。よし、やったなザイン。ああ、やった。
この石板に刻まれた古代文字はアルカソングに間違いない。天井のアルカソング？いや、多分違う。マーニの古文書に残ってたウミガメのアルカソングだと思う。ああ、あっちか。だが帝国にも連邦にも高い金で売れる。そうだな。俺たちが組めば最強だ。次は何を狙う？次は一人でやる。どうして？水臭いじゃないか。手伝うよ。そうじゃなくて、一人でやりたいんだ。俺が何かした？してない。あんたは最高のソングシーカーだ。多少性格が悪いけど。じゃあどうして？考え直せよザイン。俺たちの相性は最高だ。二人でいれば怖いもんはなんもない。ザインも言ってただろ。この世界に生まれて怖いものがないなんて瞬間を初めて体験した。どんな時もルトリが俺を守って、俺がルトリを守る。俺が見逃したものをあんたが見つける。叫び出しそうなくらいヤバい時も目をつぶっていられる。最高だよ。こんな安心感は他にない。じゃあなんで？報酬をシェアするのが嫌だった？違うよ。そんなことじゃない。なんていうか、どっぷり安心した後で急に怖くなりそうだったんだ。怖い？そう。これがもし当たり前になったら、この最高に慣れきったら、俺は多分一人で歌を探せなくなる。ルトリがいないとソングシークができなくなる。別によくない？やだよ。俺は一人が好きなんだ。俺だってそうさ。だけどザインとなら不満がない。こんな相手なかなかいないぜ。わかるけどさ。世界が終わったっていいって初めて思ったんだ。ザインの隣にいんなら、お前と仕事してる最中なら闇に包まれてそこで消えてもいい。可愛いこと言うなって。そうじゃなくて意義がさ。意義？意義があるって思える。死ぬことに？生きることに？どっちも？まあそういうのいいからさ。やってこうよ二人で。ごめんな。マジか。たまに会って酒でも飲もうよ。嫌だよそんなの。いいよ。中途半端じゃん。都合良すぎるだろ。ふざけんな。危ない時は助けに行くよ。いらない。絶対助ける。本気でコンビ解消すんの？本気でコンビ解消する。最悪だよこいつ。あんたは最高だったよ。過去形最悪。一緒に冒険できて楽しかった。ルトリと見た青い空の色は死ぬまで忘れない。はいはい、好きにすれば。お、ありがとう。じゃあな。手に入れた石板の歌が完璧じゃなかった。そう、多分前半があるんだ。へえ、よくわかるな、そんなこと。読み慣れればすぐにわかるよ。しかし俺も腕が鈍ったな。その場で確認すりゃよかった。今夜前半部分の石板をもう一回探しに行く予定なんだ。ラオも一緒に来る？もちろんお供します。ちなみにどこに行くんだ？宮廷の宝物殿。宮廷の宝物殿？見つかったら処刑されるんじゃ。
お留守番にしておく？お供します。無理しなくてもいいけどね。一回は侵入に成功したわけだし。でも皇帝陛下が暗殺されかけたらしいから警備が強化されてるかも。ん？なんだこいつ。虫？エコ？ルトリの？ルトリ？昔の相棒っていうか。虫なんか捕まえてどうぞ。食った！このくらいのエコーなら腹に入れた方が情報を読みやすいから。情報？エコーに情報があるのか？あ、ちょっと待って。腹の中から話しかけてるのか？ああ、連邦か。ちょっと遠いな。エコーを食うのか？塩漬けとかにすればなんとか。まあ、これで勘弁してくれ。思い研ぎ澄ませ。さあ、宮廷に行こうぜ。いいのか？ああ、腕の立つ男だからな。恐れながら陛下、この度は私には過分なるお慈悲を賜り、ご支出へとお招きいただき痛み入ります。帝国の玉座たるお方が公の場ではなく、一介の臣に対し私人として門戸をお開きくださるとは、まこと御心の広さにただただ恐れ入るばかりでございます。しらじらとよく言うものだ。これまで私室に立ち入らせなかったことを不満に思っていると聞いているぞ。宮廷医師であるトーランを頻繁に私室に招いてよからぬ企みでもしているのではないかと。陛下、先日去る小国が滅亡いたしました。タラディート王国です。一度は陛下とタラディート王国の姫のご婚礼の話も上がりましたが、まこと奇妙な話でございます。帝国の一部に加えてほしいと嘆願しながら、その下の根も乾かぬうちに陛下を裏切り、連邦の影にすがるとは、あのような恥を恥とも思わぬ者どもが婚儀を介して陛下のご縁戚とならずに済んだこと、それだけは不幸中の僥倖と申せましょう。そうだな。タラディート王国の姫、一度は会ってみたかったが、かの姫君もあの世でそう願っておいででしょう。裏切りには相応の報いが伴うもの。我らはただその断りに従ったまででございます。お気になさらぬよう。そうだな。さて、陛下の御心のお慰みになるかは分かりませんが、本日は滅亡したタラディート王家に伝わる宝物の茶器を献上いたしに参りました。茶器？さようでございます。陛下の御前にお持ちしろ。はっ。これは美しい。こちらに茶を注ぎ、その際に浮いた針のような茶葉がすっと立ち上がることがあるとのこと。針のような茶葉がすっと立ち上がる。その様子を目にした者には幸福が訪れると言い伝えられております。敬愛するグトリー陛下、神々の寵愛を受ける御身であれば、この器に込められた祝福の印をご覧になれるでしょう。どうかわずかでもお心を慰めていただければと存じます。もしも見えなかったら。
私には皇帝の座にいる資格がないとでも言いたいのか。それでは陛下にお告ぎせよ。は。分かっておるな。は。どういう意味だ。まさか毒でも。おかしいですね。針のような茶葉がスッと立つはずが。恐れながら。なんだ？時間をかけて立つものもあるとか。しばらくお茶の様子をご覧いただいて。そうか。陛下、お待たせして申し訳ございません。いや、こうして待つのも楽しいものだ。ご寛大なお言葉、痛み入ります。立たぬではないか。申し訳ございません。よい。美しい茶器を見れただけで十分心が潤った。さようでございますか。ああ、喉の渇きを潤す必要もない。このまま下げてくれ。はっ。お目汚してございました。いい。ありがとう。陛下、この場をお借りしてご相談いたしたいことがございます。なんだ。陛下のご婚礼について。陛下のご婚約者であられたタラディートの姫君は亡くなられました。姫君のご不慮の死は、帝国にとっても、何より陛下にとっても、誠に痛惜の極みでございました。心より、お悔やみ申し上げます。会ったこともない方だ。幸せにしてやれたらよかったが。とは申しましても、御身お一人におかれましては、悲嘆に立ち止まっていただくことすら、もはや許されぬお立場にあらせられる。陛下のご成婚、お世継ぎのご誕生は、帝国の安寧につながる大切な祭りごと。新たなご婚儀のご検討を、早急にお願い申し上げます。つきまして我が妹、イミウズ家の末の姫を、陛下にご推薦させていただきます。身に余るほど厚かましい進言と存じておりますが、どうか、ご一行賜れれば幸甚にございます。なんだ。それが本題か。父と兄は、互いに弓を向け合って討ち死にした。血のつながった親子にもかかわらず、この上、妻や子を失うことになった時には、私の心は壊れてしまうだろう。お前の好きにするといい。私は平穏に暮らしたいだけだ。そのお言葉のご真意をお伺いしてもよろしいでしょうか。なんだ。これといって深い意味など。私が妹を妃としてお勧め申し上げたことに対し、平穏に生きたいだけだとおっしゃった。もしや陛下は、万が一妹をお迎えいただけなかった場合、将来陛下のご家族に災厄が及ぶのではないかとお考えでございますか。さらに、かつて先代皇帝陛下と先々代皇帝陛下の悲劇さえも、この私の策謀によるものと、そのようにお考えなのでしょうか。逆らうつもりはない。言っただろう。私は平穏に生きたいだけだ。お戯れを。この世界のどこに平穏があるとお思いですか。
陛下のためにこれまで幾度となく命を賭してまいりました。ですが本日のお言葉にはさすがに心を冷やさずにはいられませんでした。忠義とはかくも軽んじられるものなのかと。ユマリット、僭越ながらこれ以上は無礼のないうちに下がらせていただきます。失礼。私はなんてことを。サンシア、聞いていたのか。申し訳ありません。陛下のご意向を疑うつもりなど断じてございませんが、あのようなお言葉、ユマリット様のご献身と亡き兄の無念を思って聞き捨てなりませんでした。不敬を承知の上で申し上げます。悔しいです。先々代の皇帝陛下と先代皇帝陛下とのことまであのようにお疑いになるとは。気づいていたとはな。は？先々代の皇帝陛下は穏健派で、アーシェリア連邦の犬どもと和平を結ぼうとされた。仕方なく先代の皇帝陛下を説得し、先々代をお止めするよう導いた。お前の兄ノクシマと二人でね。先導なさったのですか。先の皇帝陛下に帝位簒奪を。人聞きの悪い。オルディオン帝国のご意向をお守りしたのだ。見事先代の皇帝陛下はお父君に打ち勝ち王座に就かれた。だがお心を病んでしまわれてな。父を手にかけたのは私とノクシマのせいだなんていうものだから。何をされたのですか。何もしないよ。ただ不幸なことに馬から落ちて亡くなられてしまったのだ。サンシア、私はお前を弟のように思っている。ノクシマの代わりにね。だからこの程度の打ち明け話でそう青ざめてくれるな。もっと賢くなれと言っただろう。ずるくなれと。ユマリット様、どうして我ら栄光ナイトは帝国の栄光と威信を守るために。守っているさ。我が帝国の意向は永遠だ。グトリー陛下の次はない。早く巫女を設けていただかなくては。そうだ、サンシア、ノクシマから聞いたことはない？怪奇のアルカソング。怪奇のアルカソング。ありません。そう。でもそういえば。何？ソングシーカーを雇っていました。任務のためかと思ったのですが、使用だと。ソングシーカーの名前は？何だったかな。確かルトユールトリーという名前だったような気がします。そう。ありがとう。エウロ様、そちらは密書ですか？ああ、帝国にいる学者の知り合いが命がけで届けてくれた。帝国？先生と慕っていた敬愛する人物が不穏な亡くなり方をしたらしい。裏に禁忌とされている強力なアルカソングが絡んでいるかもしれない。帝国が使用しないように連邦の名手である俺に止めてほしいという依頼だ。それはまた
無理難題を言われたものだな。近畿のアルカソング。マーニ国王が言っていた万物をきれいさせるというアルカソングのことかもしれない。マーニ国、無理やり帝国に従うように言われ、あなたの国に攻め入った国か。そうだ。敵として出会うことになってしまったが、偉大な勇者だったよ。息子がいると言っていた。もしも出会ったら命だけは見逃してほしいと。今はどうしているのか。帝国で暮らしているかもしれませんね。無事だといいですけれど。それでどうするつもりなんです？まさか密書で依頼された通り帝国を止めに行くつもりですか？そのつもりだ。エウロ、久しぶりに呼び捨てで名前を呼んでくれた。あなたは名手だ。名手は連邦府から動かないで。こんな厄介な仕事人には頼めない。だけど放っておくわけにはいかない。強大な力を宿す近畿のアルカソング。その力を向けられた時に困るのは連邦の仲間たちだ。それはそうだけど、連邦を守るのが名手の仕事だろ。ここにはアミヤがいるから大丈夫だよ。そんな。何？いや、何でもない。わかりました。こちらのことはお任せください。待って、アミヤ。何？困らせてごめん。困らせてというか、傷つけるつもりじゃなかった。傷ついた顔をしてた。そう見えた。君に甘えて、君にばかり不自由を押し付けていたのかも。そんなことはないよ。連邦府での実務は得意だしね。ただ俺が苦手。どうして？だっていつも逃げるようにそばからいなくなるからさ。俺はあなたと一緒に連邦を動かす日々をずっと楽しみにしていたのに。苦手じゃない。アミヤみたいに賢い人と話しているのは楽しいよ。賢いのはそちらだろう。学者と同じ知識があるんだから。ガリュは学者が多い国だからな。アミヤを避けてたつもりはない。ないけど、そうだな。無意識に用心していたのかもしれない。アミヤがあんまり素直に俺を善良だと信じているから、本当の自分を知られるのが怖くて。本当の自分？俺のことをどう思ってる？それはもちろん素晴らしい名手だよ。勇気もあって優しくて知勇兼ね備えた英雄みたいな人だ。父さんが俺で申し訳ないくらい。何を言ってるんだ。全部こっちのセリフだよ。優しくて勇敢なのはアミヤだ。じゃああなたは？聞かせてくれよ。誰にも言ったりしないから。がっかりするよ。しないよ。しても口には出さないさ。しないよ。本当に。ありがとう。じゃあ少し歩こうか。俺は人を愛したことがないんだ。人を愛したことがない？そう。みんな好きだけど、特別に愛した人はいない。どのくらいみんなかっていうと、連邦の仲間たちはもちろん好きだけど、帝国の人たちにも仲間意識を感じる。は？そうなるよな。敵なのに？敵だけど、
それは環境が要因であって、俺の弟として生まれていたら家族だろ？確かにそうだが。変だと思う？一言で感想を伝えるのは難しい。そうだよね。この話を打ち明けると、大抵冷たい人間だと思われる。人によってはバカにしてるんじゃないかって怒らせてしまうこともある。だから俺よりもアミヤの方が名士に向いてるんじゃないかって出会った時から思ってた。どうして？君は感情豊かだから。ラオと一緒に襲いかかってきた時も愛国心ゆえだろうし、ラオが旅立った時も隠してる感じだったけれど、すごく気落ちしてた。おいおい、気恥ずかしいだろ。これでも沈着冷静なふりをしてるつもりなのに。何も恥ずかしくないよ。愛情深くて素晴らしいと思う。君の言う通り落ち着きもあるし。光栄です。世界は俺と一つだと感じるんだ。同じくらい寂しくもなる。俺みたいなやつは俺以外会ったことがないから。あなたの愛を独り占めしたい人が現れたら厄介だろうね。思い当たるところはそんな風に感じるようになったきっかけというか。俺の母が言うには、子供の頃エコーに育てられたからだろうって。エコーに育てられた？冗談みたいだろ？俺も半分冗談だと思ってるけど、俺は子供の頃鷹にさらわれたんだそうだ。聞いたことがあるよ。数年後森の中で発見されたんだろ？そう。その時の俺はエコーたちに囲まれていたそうだ。彼らに育てられていたみたいに。それはなんともよくある話だな。本当？冗談だよ。全く聞いたことがない。俺はエコーフューズしたんじゃないかな。鷹にさらわれた後、知らないうちに大怪我をして。エコーに命を救われた？仮説だけどね。だからエコーも兄弟みたいな気がするよ。羨ましい。俺はあなたに兄弟と呼ばれたかった。アミヤは家族同然だよ。どこにいても君を思ってる。誰にでも言うくせになんてね。嬉しいよ。じっとして。俺の国で法要は家族の親愛の儀式だ。アミヤ。いってらっしゃい。我が魂の兄。俺はあなたの愛と自由の味方です。どうかお気をつけて。ご分を。ありがとう。ここにはいないラオの分まで君を抱擁するよ。きっとラオも喜んでるよ。それじゃあ行ってきます。行ってきます。待って。ネル。ダメだよ、寝てないと。大怪我してるんだから。村長に聞いたよ。アイリュウを探しにテートまで行くって。決めたんだ。アイリオはたった一人の兄だし、大事な家族だから。危険かもしれないけど覚悟はしてる。だから止めないで。止めないよ。だけど俺も一緒に行く。ネルが？でもこのくらい大丈夫。テートにはいろんな人がいる。子供に安全ってわけじゃないよ。子供じゃないよ。俺も同行してやろう。エルカジュ。バレーノも？おはよう。元気印のバレーノです。どういうつもりだ？
元気印のバレーノです。ごめん。呼んだのは君じゃなくて。善意だよ。怪我人と子供の旅じゃ何かと大変だろう。バレーノだって子供じゃない。彼は力持ちなんだよ。本当だ。一人で荷物持ってる。大丈夫？大丈夫。しゃかりきに持てる。そっちも持つよ。いいの？本当に？どんとこい。子供に力仕事をさせるのは気が引ける。バレーノは人間じゃないかもしれない。人間じゃない？じゃあ一体。さあ、人型のエコーとかね。エコー。どう？エコーじゃないと思う。エコーの気配がわかるのか？フェイルはエコーの記憶が見えるんだよ。ほう、興味深い。歩きがてら聞かせておくれ。ちょっと待ってよ。トーラン先生。なんだ、診察の時間はまだ先。旋風の稽古をつけてください。何を言ってるんだ。三社副隊長から聞きました。トーラン先生は武術の腕も立つと。昔の話だ。バカなことを言ってないで、施療院に帰る支度をしてくれ。どうしたんだ一体。俺にもあんな感じなんです。アイリオ。戦い方を教えてくれって。何かあったのかな。お前の方は？体の調子はどうだ？すごくいいです。前よりも動けるようになりました。それはよかった。トーラン先生はどこでエコーフューズを習ったんですか？先生にやってもらえたら、俺の父さんも死ななかったのかな。俺の祖国セファーロはエコーフューズ技術が発達していた。お前の父親の手術を行ったのはノクシュマ様のエコー研究員だろう。エコー研究員。ああ。怪我をした患者にエコーフューズを施すのではなく、意図的にエコーフューズさせた。ある諜報部員なんかは本当に見ていられないほどだった。体のあちこちを改造されて。大変だな、諜報部員って。その人物よりもエコーフューズした面積はお前の方がずっと広い。無理するなよ。異常があったら早めに伝えろ。はい。エコーフューズのやり方ってトーラン先生の国に代々伝わってたんですか？ああ、伝説だよな。セファーロ王家が祀る聖域にイサナと呼ばれる不老の精霊がひっそりと生きていたそうだ。イサナ。ああ、海から流れ着いた神の化身だとも言い伝えられていた。月食の日に高位の神官がイサナに会いに行くと、不思議な言葉で知恵を与えてくれたそうだ。エコーフューズもイサナが？そういう神話だ。面白いな。もっと聞かせてください。イサナは穏やかな少年心だ。だが一度怒ると誰にも手がつけられない。ただ王家の者の言葉にはおとなしく従うそうだ。じゃあ暴れても安心ですね。今王家の人たちは？ごめんなさい。いや、どこかで生きているといいが、生き延びて王子を守れと父の遺言だったのにな。今じゃただの医者だ。トーラン先生は名医ですよ。俺の命の恩人です。でもゼクトは怒るかもしれないな。ゼクト。ああ、お前の双子の弟の。そうです。
ゼクトは俺にエコフューズしないでほしいって。俺のままでいてほしいから。難しい話だな。俺はエコーフューズしていないが、俺のままかどうかはわからない。祖国と運命を共にするつもりだった。父親の遺言を守るつもりだった。だが、どちらも守れないまま、こうしてここに立っている。俺は俺のままなのか、それとも俺でなくなったのか。昔のトーラン先生を知ってる人がいたら、なんて言うと思いますか？想像がつかないな。失望しているかもしれない。しぶとくやってると笑うかもしれない。俺が好きなトーラン先生は、その人たちが知ってるトーラン先生と違うのか。なら、自分ってなんだろう？俺のままでいるってどういうことなんだろう？俺はゼクトの願いを叶えてあげたいけど、それが俺の全部ってわけでもないし。最後の審判待ちさ。一生かけてやっとわかるようなことなんじゃないか。エコーと融合した虫の気配。ザインか。やっと来たぜ。どんな手段で助けに。虫が溶けて液体になった。これは。マジかよ、あいつ。子供みたいな顔して悪魔かなんかだろ。こら、うるさいぞ。やるしかないの？これを。アミヤ様。どうした？囚人の様子がおかしくて。どのように？苦しんでいます。演技には思えなくて。うん。見に行こう。この症状はいつから？ 1時間ほど前からぐったりと横たわって、半時前にはこの状態でした。直ちに牢を開けて手当てしていいですか？医者を呼ばないと。どうも。油汗をかいて痙攣しています。演技とは思えない苦しみようです。誰か医者を呼んでから。アミヤ様、いかがいたしましょうか？ってアミヤ様。なんかね。このまま囚人が極死すれば、お優しいエウロ様は悲しまれます。非人道的だとアミヤ様に責が。そうなんだけどさ。体がバラバラになるみたいだ。こんなのは耐えられない。いっそ殺してくれ。泣いています、アミヤ様。あの遺跡で何をしていたか話してもらえるかい？話す。もちろん。俺は痛み止めをくれ。話したくてこのままじゃまともに頭が働かない。アミヤ様。わかった。よかったな、お前。今助けてやる。開いた。もう大丈夫。
ほら、言ったのに。動くなよ。死にたくなければね。よく立ち上がれたな。演技だけなら俺も騙されない。目が充血して、つま先が痙攣してた。毒を飲んだ。そうだよ。俺が危ない時は絶対助けに来るとか言っておいてさ。俺はこの毒に耐性があるんだ。そいつと組んでる時に分かった。だからって苦痛がないわけじゃない。なら本気の苦悶の声だ。そうだよ。参ったな。そんなありさまで俺に勝てると思われたなんて。狙った獲物は逃がさない。チャクラム使いのアミヤ。あいつが動いた瞬間が勝負だ。頼むぞ。10秒後にも俺の首と胴繋がっててくれよ。あっやった。紙一重でかわせた。あぶねえ。反対側から襲ってきた。惜しい。右腕をもらったと思ったのに。やんないよ。何されるかわかんないし。変な趣味はないよ。遺跡で何をしてた？全部話すと言っただろ。俺はソングシーカーだぜ。泥棒の約束を信じるなよ。もっともだね。でもエウロなら信じたかなって。だけど君の言う通り嘘つきの言葉に価値はないね。喋れなくなってもいいよ。何か言い残すことを。怪奇のアルカソング。何？遺跡で見つけたのは怪奇のアルカソングだ。この世界をあるべき姿に戻す歌。この世界をあるべき姿に。なぜその歌を探していた？さあ、とぼけるな。とぼけちゃいない。雇われてたんだ。誰に？ノクシマ・パンテーラ。ノクシュマ？生死不明になったパンテーラ家の。隙を見せたな、お兄さん。可愛いところあるじゃないか。この。おっと、抵抗したら死ぬぜ。心配するな。あんたを道連れにするほど俺も体力が残っちゃいない。連邦府から脱出できればいい。アミヤ様！貴様、アミヤ様に近づくな。それ以上近づけばこいつを殺す。俺ごと矢で貫